こんにちは、BR です。いきなりですが、テローの撮影解説動画を作ってみたくなったのでやってみます。この動画の空撮解説はテローを自分勝手な解釈と設定をしていますので、参考程度に見ていただくとありがたいです。はじめにテローを操作するアプリですが、テロー FPV を使っています。これはテローのコントローラーを細かく設定できるため使用しています。テローで空撮をするときは基本スポーツモードで撮影をしています。スポーツモードは通常のビデオモード、以後 EIS と言います。と比べて手ブレ補正がないためカメラのレンズがより広角になります。ビデオモードはカメラのレンズの中央部分を残してその範囲外で手ブレ補正をするためレンズがトリミングされます。トリミングされた動画は再び HD サイズに引き伸ばされるのでその分画質のクオリティは下がります。でも実際は気にするほど劣化してないので気にするレベルではありません。これって地味にすごいと思いません？さすが DJI の技術だと個人的は感動します。どちらかというとカメラの画角の広さを優先しています。で、テロー FPV の設定なんですが、このアプリ、先ほど言った通り、とても細かくコントローラーの設定を調整できるアプリなんです。まずは、セッティングのチューン、コントロールズで、スポーツモードのタブにし、アクシス欄の全項目でエキスポ 100% にします。エキスポはスポーツモード特有の機敏さをマイルドにします。次に全身にレートを 70% にします。レートは選択したボタン方向の最高速度を設定します。レッドゾーンはそのままです。以上の設定にすることでスポーツモードをマイルド化に変更し撮影することができます。さらに自分はスマホで操作するため操作するコントローラーを拡大します。コントローラーのオンスクリーンジョイスティックです。以上の設定にすることでスポーツモードで滑らかに撮影することができます。撮影した動画はスポーツモードで撮影しているため、そのままではブレがある状態です。これを Google フォトの手ブレ補正で直します。Google フォトの手ブレ補正を使う理由として、手ブレ補正の効きの良さもあるのですが、テローで撮影、スマホで撮影したデータを確認する、そのまま手ブレ補正をかける、という神かがり的なワークフローが撮影現場でできるところが個人的に非常に気に入っています。重要なカットはできれば現場で手ブレ補正して確認したいためとても良いです。結局手ブレ補正かけるなら EIS を効かせた状態と同じじゃねえって思った方もいると思いますが、 EIS と比べるとカメラの画角がスポーツモードで撮影して手ブレ補正をかけた方がカメラの画角が広いのがわかると思います。じゃあ EIS を使わないのかというと実際はよく使っていて、撮影する目的の被写体がある場合、スポーツモードと比べて被写体をズームして撮影した状態と同じ効果になるので動画自体に変化を加えることができます。またテローを横に平行移動で撮影する場合も EIS を効かせて撮影します。その理由はスポーツモードではカメラアングルが傾くためです。後で編集ソフトで直しても良いのですが EIS を効かせた方が安定した動画が撮影できるのでそうしています。スポーツモードで撮影している理由の一つに個人的に重要だと思う点があり、それは上空が思っていた以上に風が強かった場合に対応するためにスポーツモードを使っていたりします。特にテローを20メートル以上上げた場合、今自分がいる場所より風が強い場合があります。テローは対風性能が高くないため簡単に風に流されてしまいます。流された場合、テローを下ろすとしないためすぐに高度を下げる必要があります。この時にスポーツモードの方が瞬時に機体の高度を下ろせるので低速モードより有利だと個人的にはお勧めします。高度さえ落とせてしまえば、あとは不時着しても撮影した動画を確認しながら探せば大体の位置を把握できるので大体見つかります。最後に一つ注意点で、チューン、コントロールのエキスポの設定をした弊害としてスポーツモードの機敏さがなくなる代わりに入力に時間差ができます。時間差とはコントローラーを入力してから機体に反映される反応が遅くなるためカウンター入力に時間がかかるようになります。対策としては高速飛行しないことで対応できるようになります。とは言っても低速モードよりもレスポンスが悪いため慣れる必要はあると思います。
もしこの設定を使う場合は低空で挙動を覚えてから撮影を始めることをお勧めします。以上テローの解説動画でした。参考になった方、今後の励みになるのでグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。